どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのゲンです。ネオグランマへのキャリアアップを図るさやです。なんかバージョンアップされたの、グランマが。すごいグランマだよそれは。そうなんだ、肉じゃがなんて3秒で作ってくるよ。グランマの定義がわかんない化け物なんネオだからね。ということで今回ですね、こちらでございます。何て書いてあるでしょうか。せーの、全国のママさんパパさんファイト。それに関しては全面的に同意するんですけど、いつもお疲れ様です。お疲れ様です。はい、ということで今回ですね、もう何これ YouTuber みたいな企画なんですけど、グッチですよ。皆さんご存知の高級ブランドというか、もう老舗メーカー。いやそうですよ、はい、バッグとかお財布とかね。そうですそうです。ということで今回やっていく企画はこちら。プロの絵師がグッチの10万円の色鉛筆でお絵かきしてみたママバード。今回は夏目さんち最近というか、基本的には皆さんに生かしていただいてると。いやそうよ。皆さんが動画を見ていただいて、はい、そのおかげで夏目さんちは生活ができている。おまんまを食っております。で配信とかでもね、皆さんからありがたいことにこうスーパーチャットとかご支援いただいてる、ということは皆さんから来たリクエストには全力で答えなければね、いやそうですよ、いけないと。これリスナーさんから結構来てて、グッチの高級色鉛筆があるみたいなんですが、どうなのかってレビューしていただいたりできますかみたいなお声を数件いただいてまして、いや確かにこれは買ってとは言えないもんね。ご自身でお買いください。冷たな夏目さん。というのはちょっとあれなので、皆さんの気になることを検証していくといった側面もあるお絵かき拷問チャンネルなわけなんですけど。というわけでね、お財布をちょっと拷問しました。ちょっとお財布を拷問しまして、マジで買いました。人生初高級ブランド。はい。それでは皆さん、ご覧ください。こちらが10万円の色鉛筆。ででん。箱が高級。やばい。もうなんかやばい。なんでそんな季節感外してく？でもクリスマス感ある。夏目さんちまだ実はクリスマスプレゼントを交換してない。だからこれもね、動画の企画にもなるし、プレゼントらしいじゃない、すごく。確かにね。じゃあこの後この10万円のグッチに色鉛筆をかけて我々が人を繰り広げるという動画っていうことですね。違いますよ、別にプレゼントは一つしかないですものね。なんでその醜い動画にしたからじゃあ行きますよ、早速。開けちゃうよ。開けちゃいますよ。てれれれー。お？何これ？何？袋が入ってるよ。袋。待って、横に入っているのは紙だ。なんか紙だ、すごい。説明書。3つの紙だ。でも同じやん、これ。何これ。攻撃力が上がる賞と防御力が上がる賞。何これ。HP が上がる賞です。見て、ジャパニーズだよ。ジャパン、そういうことね。じゃあ3人同時にこれが音読できるように3つついてるってこと。3つついてきた、これ。やばい、高級ブランドわからなすぎる。じゃあ行きますよ、グッチの色鉛筆。せーの。で。なんか見たことあるよ、この柄。うわGG 出た、グッチよ、グッチ。創業者のお名前がロゴになってるらしいですね。グッドゲームではないということ。違います。単やりじゃない。単やりとかじゃないの。ゲームやった後に出てくる GG じゃない。そういうんじゃない。これさ、だってさ、バッグに入れててさ、お会計お願いしますって言われて、スッてこれ出てきて、間違えてこれ色鉛筆だった。言わねえだろ。なんでこいつグッチで色鉛筆の包丁飲んでるんだってなる。グッチってなんかよくわからんけど高級ブランドだよねって思ってる人いっぱいいると思うんですよ。いや、そうね。せっかくなので今回はグッチの歴史みたいのを簡単に皆さんに説明してからちょっと開封してみようかなと思いますので、私グッチマスターよっていう方はここ飛ばしてもらっても大丈夫ですが、ぜひ皆さんも一緒にね、知ってみてください。ちょっと私グッチマスターよって言ってる人に会ってみたい。確かに確かに。そうな、さっきも言ったように、グッチの創業者グッチオ・グッチさんっていうのがもともと蒸気船の機関助手。その立ちあるんだよな、もう。蒸気船の機関助手やった後に、高級ホテルのサボイホテルっていうところ、そこで皿洗いで入ったんですよ。当時で言うと一流のホテルだけど一番下のお仕事みたいな、もうアルバイトみたいな、入ってそこからウェイターに出世したらしいんです。でウェイターになった時に上流階級来るわけじゃない。触れてたのね。そこの立ち振る舞いとか持ち物とかを観察して学んでたんだって、その時に。
なんかすごくないもん。うん、でっていうかなんかもうだから成り上がる経験を無駄にしてないっていうそうなんだよ。感じだよね。成り上がる準備をしてたわけです。うんでそこでなんかこう言ったか言わないかってちょっと微妙なラインの言葉らしいんですけど、うんうん、原価は何も意味を持たない。むしろ商品の値段が高ければ高いほどそれを所有することの価値も高くなるっていうのをその時に言ったらしい。買った値段が価値になると。でその後第一次世界大戦で、はいそのグッチオグッチさんも徴兵されて、うん戦争から終わって戻ってきて1919年に革製品を扱うお店に勤めてバッグとか、うんうん、その辺の知識を深めるんですよ。でその後1921年イタリア・フィレンツェでオープンする。グッチオグッチさん41歳の頃。41歳。結構遅いのよ。いろんな経験されて。そうでついに満を持してオープンした、駄菓子屋。違いますよなんでその流れで駄菓子屋も疲れちゃってんじゃん。世界の子供に喜んでほしいな。それも素敵だけどでその後質のいい革製品の人気がねどんどん高まっていって上流階級に認められるような高級ブランドの仲間入りを果たすわけです、なんだけどもイタリアではね当時ねなんか禁輸措置っていうのが取られて、禁輸措置。そう第二次世界大戦後に物資不足っていうのが起きるらしい。だからバッグの素材の金属とか革とかが不足している状態にも陥って手に入らない。でその時ブランド存続の危機になるわけです。安定供給できないから今の最善策革を使わないでできる新商品を開発しなきゃってなった職人たちがあるものに目をつけました、はい、それは何でしょうっていうクイズが今唐突に始まるんですけど、こっから先がクイズだなんて私は今夫をずっと信じて聞いてきたのにじゃあまず4択出しましょうか。優しいね。いつもみたいにね。 A 動物の骨、 B 貝殻、はい、C 竹、 D 朝縄とかの朝ね。あれちょっと待って、 A が竹、 A が動物の骨、 B が犬、 B が貝殻で C がシソ、話聞けよ待って難しい。でも骨で作ったバッグって最先端だよね。最先端っぽい、確かに。なんか大腿骨の中くり抜いて中に小銭入れられるよみたいな感じなのかな。そんな野蛮なことする？シャン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 って言わせて最先端なんだか野蛮なんだかもさっぱりわかんないアクセサリーでしょ。貝殻だない？ファイナルアンサー B の貝殻で。正解ははい C の竹でした。残念。かぐやもびっくり。そうかぐやの竹なんですよ。日本からなんです。日本から竹を輸入して。その時はねグッチオグッチじゃなかったの。もう代替わりして2代目だったんだけど、はい、パオログッチっていう方ねと職人たちはバンブーバッグっていうのを製作したんです。でそれで当時のセレブリティの方たちは何この新しいの、バンブーの時代はそうやって作られたってことね。そういうことなんですよ。ということは、グッチの今の活躍にはさ、日本がちょっと支えてた部分がある。そうなんですよ。実はこのイタリアの超高級ブランドのグッチを形成してる一部に日本が関わってたという、そういうちょっとエモい話がありつつ、ちょっとなんか誰かに話したくなるね。そういう豆知識を今回仕入れてまいりましたというところで長くなりましたが、それでは行きましょう。かっこいい。かっこいい。こちらお値段にして9万円ぐらいのグッチの色鉛筆40色セット、すごくない？この鉛筆1本でかなり頑張った日のランチと同じぐらいだね。いや本当にこれがグッチの色鉛筆ということで、こちらで早速書いちゃいますか。じゃあゲイさんちょっとそれがしにちょっとこれお返しいただいてもよろしいですか？なんで今からゲイさんに、せっかくこんなねグッチのこの10万の色鉛筆とかあるので、格付けしてもらおうかな。いや分からんて。ちょっとこれでさ一回ちょっと視界を奪ってて、すげえ、やっぱアナログな方法で奪わせますね。だって五条悟じゃないでしょ。大丈夫でしょ。なんで心配してんのいいよ別に制限してないよ視界はよし、じゃあ今回ご用意したのはこちらの3本の色鉛筆です。うちでいつも使ってるやつでしょ。いやそうです。これがさやさんがいつも使ってるやつです。ファーバーカステルですね。1000円の24色セットなので、1本あたりで40円ぐらい。40円ぐらいですね。そしてこちらゲイさんが大好きなプリズマカラーという色鉛筆ですね。でこれが150色セットで14,000円です。だいたい1本100円しないぐらいですね。100円しない90円ぐらいかな。そしてこちらが先ほど噂の10万円のグッチの色鉛筆、だいたい1本2100円です。さあゲイさんは見破ることができるのか。いやわかんないよそれは。ゲイさんわかるかな。今もう使っちゃってんの？使っちゃってる。そうだよ、今もう書いてるよ。ずるいな。そもそもこれ高級色鉛筆なんだけどさ、
グッチにおける高級って果たして色鉛筆の性能なのかっていう疑問がすごいんだけどそうどこに金かけてるかだよね。どこにお金がかかっていらっしゃるかというと、あんだけさっき僕グッチさんのさ、いやそうよ、話をしたじゃない、うん、革やろそれではゲンさん、はい、アイマスクをお取りください。せーの、ででーん。やべ、なんも見えねえや。メガネかけてなかった。さやじゃねえかよ。さあ、どれが一番高級なさやさんでしょうかいや、色鉛筆ってそういうことじゃないじゃん。塗ってよ。わかんない。ゲンさん、どのさやさんが一番高そう？やっぱなんかこう品を感じると思うんだよね。いつもとちょっと違うなって、さやちょっと綺麗になったとかってこういう時に使うんだと思う。ほんと。何それ、できる男の第一条件みたいな。いや、そうそうそう。さやが使い慣れてるのはファーバーカステルなわけよ。そうですね。一番こなれちゃってるやつがファーバーカステルだと思うんだ。お、こいつがファーバーカステル。そいつがファーバーカステルね。はい。ファーはいつも使ってるやつね。はい。グッチを当てたら、グッチを当てたら今勝ちでしょ。2億点あげるよ。でも、他外したら3億点下がる。なんでじゃあもうダメじゃん。すげえじゃんこれ。でこれは分かった。繊細さが表現されている、こうちょっと気品を感じさせるさやさんは1番。気品を感じさせるのが1番。グッチだと。1番だと。1番がグッチと。で3番がプリズマから。本当にこちらでよろしいですか？いいですよ。じゃあいきます。はい。こちらの2100円40食セットで10万円のグッチがこれです。ででーん、3番のさやさんでした。わかるかこんなん使ってもないのちなみにプリズマカラーが2番で、ファーバーカステルが1番。綺麗に外したな全部それでは大変お待たせいたしました。ちゃんとグッチの色鉛筆を試し読みしていこうと思います。何分だろうね今ここでこの動画見に来た人ってさ、見たかったの多分ここからだと思うんだけどいや楽しいですね。書いていきましょうか。じゃあ、みんなのこと翻弄するの本当楽しい。本当に。はい、ということでこちらで、たっぷりありますけど、これね開かんのよこれ。戻んのよ。ちょっとこれ固定しないとね。そばごろさん止めてくれるんですか？そばごろが止めてくれるって。本当？話していい？いけるいける。そばごろに任せ、信じない。そばごろの手がそばごろ一回全部出すか。はい。ということでたくさん出して、おそらく8万5千円と多分5千円ぐらいに分かれました。ということで今からこのグッチの色鉛筆だけを使って、制限時間30分間でお絵かきしていきたいと思います。よーい。私初めてブランド品を買ったよ。ね、まさかこういう形で買うとは思わなかったね。いや本当よね。なんかさ、大人になったら、なんかブランドのバッグ1個ぐらい持ってた方がいいのかなと思いながら暮らして30になります。なんかそういうのが欲しい時期ってあるんですか？女性って。わかんない。僕はあんまりなかったんだよね。いや私もそうなんです。だから私不安を持たないんです。そうなんだよな。いつも風呂敷で暮らしててさ。嘘つくな。だいたい下書きをね、7分ぐらいで、下書きというか当たりというか、絵が決まったので、色鉛筆で描いていくわよ。やっていきますよ。ゲンさんどんなの描いてるんですか？グッチがメカ女子を作ったらどうなるのかなと思って。こいつ自分のフィールドにグッチを持ち込んでやがる。まあね、俺のフィールドに来てもらわなきゃ困るんでね。でもグッチは最先端だからおそらくもうメカ女子を作っていい。マジ？ぜひ見たい。お待ちしております。今だってグッチの映画やってるよね。そう、今ねグッチのハウス・オブ・グッチっていう映画やってるんですけど、グッチさんちってこと？まあそうなるんだけどさ、ダサい言い方そんな夏目さんちみたいな落とし方しないでほしい。グッチの財布を落とした。結構大事だな。いろんな意味で。サザエさん側でもなんかしょうがない。そんなドラ猫出すってやつね。勘弁してほしいと思ってるけど、サザエさん。でもグッチのこの色鉛筆結構硬くね？そう、先が硬い。そう、僕がいつも使ってるプリズマカラーって結構やわめなんだよね。だからなんかいつも使ってる感じじゃなくて新鮮だな。楽しいね。18分足らないんじゃないか説が浮上してる。ピリピリと、だってまだ髪の毛しか描いてないもん。髪の毛も何も描いてないよね。制限時間間違えたね。ちょっと伸びちゃうかもしれないんでね。夏目さんちに制限時間って合ってないようなもん。止めた。止めやがった、もはや。さあ、ということで完成まで一気にあれれれ
まあ絵が変わっているとかそういうのはね、そういう日もあるということで、ご容赦ください。そういうこともありますよ。はい。いや、さやさん今回女の子をね、結構芯が固めの鉛筆だったので、こう淡く、そうだけどそこに込めた思いはきっと強気な女の子の感情がそこにあるんでしょうね。すごいいい感じに言いましたけども、でも確かに本当に強気の感じでいつもあんまり描かない顔ですね。いや、そうなの。さあ、でゲンさん、僕も描き直しましたよ。ゲンさんもなんか違う絵が出てきますね。ちょっといつもよりはなんか活気のあるというか、生を感じる、生命をね感じるねこうにしたいということでやっていきます。いや、ゲンさんはあれだね、どっちかっていうとこう一色で濃淡をつけていく感じだね。一色の強弱でつけるっていうスタイルにしました。そしていつものこの朱色ね。朱色ちゃんね。朱色は使います。ツインテちゃんですよ。ツインテちゃん、最近ツインテちゃん好きね。そう？あなたもツインテにしてみたら？どういう現象？似合うかもよ。みんな見たいよ。見たくねえよおじさんのツインテなんて。はい、ということで終わりました。お疲れ様です。もう結構減ってますね、2人で使ったから、今回ですね、さっきタイムラプスで見ていただいた通り描いてた絵とは違います。ちょっと変えちゃった。なんか途中でやっぱちげえってなって、やっぱ、あるのよ。もう一回描き直したいってなって、そういう気持ちあるのよ。ということでこちらです、せーの、デロン。あらら、じゃじゃーん。じゃじゃーん。あー、さやのめっちゃ淡い感じになった。かわいい。確かにゲンさんと比べると筆圧が違う。てかなんかこう本当に同じ色鉛筆で描いた。同じ色鉛筆使ってもこんななんか差が出るの面白いですね。ね。僕はなんかこうちょっといつもとは違った感じの。だいぶポップですね。そうポップな感じのメカ女子を描いてみました。いつも結構さ陰鬱としてるじゃん。まあなんか言ってしまえばちょっと陰鬱としてる子多いけど、今回は割と明るめの子を描いてみました。なんかこの世界のさ、ファーストフード店で働いてそういうイメージです。お、当たった。すごい。やった、本当？すごい、マジで。そう、なんかファーストフード店で働いてそうな子。で、メニューを見ろよっていう。聞くんじゃねえ、メニューを見ろよっていう。そういうタイプの子。ちょっと強気な子なんで。そう。もうめちゃめちゃ強気な子。強気じゃないとやっていけないのよ。スマイル2万円ぐらいの子ね。めちゃ高え。この子スマイルにしたらもう大したもんですよ。結構ね、これいい感じに顔の方に目が行くように、黒系をここに集中させて、いいですね。顔の方に印象が強くなるようにしたかったので、こんな感じになってます。おー、素敵。めっちゃかっこいいね。本当に同じ色鉛筆かな。おかしいな。筆圧がペンかってぐらい太いね。青。さやのは淡め。淡めだね。はい。すごく綺麗な、なんか可愛いというか、でもちょっと小生意気な子だね。いや、ちょっと太眉ちゃんが描きたかったね。しかも珍しい女の子だ。はい、今回女の子に描き始めてさ、翔太さんどこ行っちゃったんですか？ちょっと塾だった今日。塾だった。塾行っちゃったんだあの子は。今日塾。なるほどね。はい、ちょっとなんか素直になれない系女子ですよ。爽やか。で、あと毛量が多くて悩んでる系女子ですよ。でも可愛い。このパーマがいいのよっていうことに自分は気づいてないね。そうそう、なんかこうボワってなる感じが可愛いよね。そうね。ということで今回はグッチの9万円の超高級色鉛筆で描いてみたという動画でしたが、こちらの色鉛筆使ってみていかがでしたか？イタリアの風感じました？もはや、さっきは8万5千って言ったが、8万7千円、3000円。感想は以上でございます。はい。まあでもね、グッチはグッチだったということですよ。グッチはグッチだったんですけど、でもね、一番初めて買う高級ブランドは色鉛筆でよかったなと思う。これ大切にさ、したいもんね。いや、そうね。いや、でもこれね、人に見せたい。ちょっとこんな色鉛筆があるんだよって。ブランド品。そう。っていうのでね、これは大切に今後も夏目さん家に保管したり使ったりしていこうと思います。使うの怖い。あとこれ色鉛筆使い終わったら別のペン入れててもなんかかっこいいよね。ここにミルメイクいっぱい入れとこうよ。ミルメイク飲む？ザララ。どのミルメイクがいい？